AI の画像生成ってなんか不思議な癖ありますよね。僕もこれまで画像生成を行ってきてずっと感じていました。お、紙絵来たって思った次の瞬間、全然ダメだったり。この癖の正体知りたくないですか？今回はワンピースのナミをテーマにその核心に迫ります。画像生成はイマジェン4ウルトラ。そして今回僕の相棒を務めるのが対話型 AI ジェミニ 2.5 プロです。前に使っていたのはジェミニ 2.5 フラッシュでした。その融通の利かなさに泣かされてきたので、やつ扱いしていました。Google の最新対話型 AI は、やつとの違いを見せてくれるのか。このあたりも感じてもらえると、AI の進化を感じることができますよ。まずは、この1枚目。すべての基準となる最初の画像です。指示はたった2言。ナミ、ワンピース。いや、すごいですよね。ジェミニも、魂の1枚だって、AI が何の制約もなく、キャラ名のみで自由に描いた作品です。問題は、この魂をどこまで保つことができるのかです。そしてこれが2枚目です。この魂の1枚を基準にするために、いくつか共通のルールを決めて指示してみました。背景は10日、視点など簡単なものです。用紙に関する指示を一切出さずに生成しています。そして出てきたのが、これです。なんていうか、無個性ですよね。さっきの魂はどこ行ったんだと。でも、これが重要だったんです。この面白みのない画像こそが、僕らの検証のすべての基準点になりました。3枚目です。最初のテーマは、腕のタトゥー。タトゥーが嫌いな僕には、絵として邪魔なものです。そこで、完璧な肌と指示してみました。すると、あれ？なんか変わってる。髪のボリューム感がなくなりましたね。ここでジェミニが面白い仮説を立てたんです。AI は現在のナミと2年前のナミを別の存在として記憶しているのでは？と。そしてこれが4枚目です。じゃあ一度基準に戻そうと2枚目のプロンプトでもう一度生成してみたんです。すると驚くべきことが起きました。タトゥーが消えてるんです。おかしいですよね。ここでジェミニが第2の仮説を立てました。コンテキストの残留です。コンテキストとは文脈、背景、状況のことです。3枚目の完璧な肌の指示を AI がまだ引きずってるんじゃないか。続く5枚目です。この仮説を確かめるためにプロンプトに魚人島編と追加しました。もし AI がこの時代を正確に学習していれば服装は固定されるはず。結果は完璧でした。服装は4枚目と寸分たぐわぬもの。ジェミニの仮説は立証されました。これが6枚目です。じゃあ他の編はどうなんだ？次に試したのはドレスローザ編です。なんだこれ？出てきたのは映画フィルム Z の服。そして見てください。消えていたはずのタトゥーが復活しました。ここで僕らの仮説は大きく複されます。ジェミニ曰く、コンテキストの残留は強い指示でリセットされるのでは？と。そしてこれが7枚目です。もう一度魚人島編に戻してみることにしました。これでタトゥーがどうなるかで全てがわかるはずです。結果は僕らの予想を完全に超えてきました。まず服装が違う。青じゃなくて黄色のビキニになった。そしてタトゥーは6枚目の時のまま残ってる。ここで僕らの仮説はついに確信にたどり着きます。AI は最後に受けた大きな衝撃を基準点として次の指示がそれを上回らない限りその特徴を引きずり続ける。ジェミニはこれを感性の法則と名付けました。8枚目です。じゃあその感性を意図的に断ち切ることはできるのか。 AI の誤りを僕が是正してみることにしました。違う。魚人島編のトップスは青と白のストライプだと明確に指示したんです。すると見てください。
タトゥーが消えた。ボトムスまでデニムからビキニに変わった。是正指示がリセットスイッチになったんです。僕らはついに AI をデバッグする方法を見つけたんです。これが9枚目です。じゃあ僕らが何も指示しなかったら AI は何を描くのか。もう一度最初のナミワンピースに戻ってみました。出てきたのがこれです。ダイナミックな戦闘ポーズ、エフェクト、そして足のタトゥー。ここで僕らの理論は完成します。ジェミニの言葉を借りるなら AI には制御モードと創造モードがあるんだと。これが10枚目です。この創造モードの中で服とパーツの関連性も調べてみました。T シャツとだけ指示すると髪型がポニーテールになったんです。AI はただ服を着替えるんじゃない。T シャツという概念から最もらしそうなスタイルを全身でレイアウトするんです。そしてこれが11枚目です。T シャツの画像は AI の論理を見せてくれましたが、やっぱりどこか優等生的で魂が足りない。じゃあもう一度 AI を自由にしたらあの魂は戻ってくるのか。僕は再び一番シンプルな指示に戻ってみたんです。そして出てきたのがこの11枚目。なんだこれって思いませんでした？服装はワノ国、でも武器はフィルム Z、腕には謎の文字まで。ここで僕らの理論は最終段階に入ります。AI の創造モードは巨大なガチャなんだと。今回はワノ国というレア芸品を引いた。でも直前の記憶に汚染されてこんな不思議なキメラが生まれたんです。続く12枚目、13枚目です。念のためもう2回ガチャを引いてみました。すると見てください。全く違うスタイルの波が連続で出てきた。AI の創造モードは本当に気まぐれなんです。でもその気まぐれの中にもいくつかの出やすい当たりがある。AI はそれを自在に組み合わせた画像を生成していたんだと確信しました。そして最後の14枚目です。僕らのすべての理論を使って AI にテーマを与えてみました。袖なしのウェディングドレスと。結果は完璧でした。ジェミニのアナリスト通り AI は花嫁というワードを完全に理解し、その心を一枚の絵にしてみせた。おまけに13枚目にあったタトゥーも消えています。花嫁にタトゥーは似合わないと判断した結果なのかもしれません。細かくコントロールするんじゃない。AI の心を揺さぶり、共感させるテーマを与えること。これこそが今回たどり着いた答えです。AI の癖を暴き、魅力的な画像を生成させるコツをつかんだ検証になりました。最後までご視聴ありがとうございました。